今回は水草用接着剤、なるべく白く目立たない方法はあるのかどうか、そして接着剤以外の活着系水草の固定方法、メリットデメリット合わせていろいろ紹介していきます。はい、どうもビバです。今回はここにあるアヌビアスナナプチ、これを溶岩石に活着させたいと思います。アヌビアスナナとかミクロソリウムとか一部の水草は活着根というやつで、こういった石にくっつく性質があります。アヌビアスナナの活着は結構やったことあるっていう人多いんじゃないでしょうか。今回なんで改めてアヌビアスナナの活着をするかというと、今って活着方法いろいろあると思うんですけど、今回は水草用接着剤、なるべく白く目立たない方法はあるのかどうか、そして接着剤以外の活着系水草の固定方法、今回はどれがベストなのかを見ていきたいと思います。ちなみに結構突発で動画を撮ってるので、用意した方法は今ここに見えてるものがほぼ全て。特に最近は接着剤でつける方法メジャーになっているんですけど、これ結構白くなっちゃうんですよね。そのあたりもいろんなパターンを試してなんとか白くならない方法を探ってみたいと思います。今回用意したのは園芸用の結束バンド、園芸用のビニール帯、100均で買った木綿糸、100均で買ったテグス、釣り糸ですね。そしておなじみの水草用接着剤。これらでアヌビアスナナの接着を試していきます。本当は最近輪ゴム、シリコン製でしたっけ、なんか水につけても劣化しない輪ゴムみたいのがあって、ちょっと試したかったんですけど、今回は用意できていません。あとこの接着剤については、水分が多い状態でつけると白くなるという情報があるので、水草と溶岩石乾いた状態で接着して自然放置の方法、水草と溶岩石乾いた状態で接着して霧吹きで濡らす方法、水草と溶岩石濡れた状態で接着する方法、3パターンぐらい試してみたいと思います。糸で結ぶの難しい、苦手だっていう人も簡単にできる方法を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。一応今回アヌビアスナナを使うんですけど、アヌビアスナナの活着の方法、伸びてた根は全部カットしてしまいます。石に巻きつけた後に活着根というのが伸びてくるんですけど、先に伸びていた根は石とくっついたからといって活着することはありません。こんな感じで石に巻きつけて新たに活着根が伸びてきます。それでは活着させていきます。これでくっつける人はそんなにいないとは思うんですけど、一応そんな方法もあるよということで、ちょっと今根が伸びてますけど、これはそのままやっちゃいます。こんな感じで収まりのいいところに水草を乗っけて、今回この茎の部分良さげなのでここを巻きつけます。長さ足りるかな、微妙に足りましたね。そしてこの余ったところはニッパーとか爪切りを使ってパツンとカットしてしまいます。これで土台となる溶岩石と水草固定されたので、このまま水に沈めておけば活着根が伸びて無事に活着すると思います。ただ結束バンドはやりにくいし、水草も結構止まりづらいので全然おすすめはしません。あとこのカットした部分鋭利な状態になるので、魚とかぶつかったら怪我する可能性もあります。おすすめはしませんが、結束バンドで固定する方法でした。続いてビニタイで留める方法。これは結構やってる人多いかもしれないです。これも先ほどと同じなんですけど、水草を乗せてビニタイをぐるっと巻きつけてねじって固定する。でこれも余った部分は適当に巻きつけるなりカットしちゃったり後処理をします。水草の固定方法としては結構簡単で、しかも留めやすいです。ただこのビニタイの芯となる鉄が水に入れてると錆びてきます。この錆が水槽とかに接してると錆が移っちゃいますし、こちらもカットした後結構鋭利なので、これも生態が傷つくかもしれない。これは接着剤とかテグスがない時に代理として使うかなっていう方法ですね。あまり積極的には使わないです。そして木綿糸を使う方法。一応 ADA とかからモスコットンでしたっけ、水草に巻く専用の糸出てるんですけど、今回は100均の糸を使っています。この部分巻いていきます。糸の先端を適当に押さえて、この巻き始めのところをちゃんと押さえれるようにギュッと巻いて、溶岩石は引っかかりがあってすごい巻きやすいですね。はい、こんな感じでしっかりと固定されました。ここからですね、長めに糸を切って、この糸を押さえて輪っかを作って
また押さえます。今これが輪っかになりましたね。これをぐるぐると巻いて、今度この輪っかここに通して、あとはこちらの残ってる糸をぎゅーっと引いていきます。うまく輪っかが締まらない時はこんな感じでクイクイとやりつつ、これで今作った輪っかしっかりと巻きついて固定されました。あとは余分な部分をカット。こんな感じですね。かわいいですね。過去に巻き方動画紹介してますので、下の動画説明欄からご覧ください。あとはこれを水槽に沈めて活着するのを待つだけですね。水草の固定にはこの糸を巻く方法、一番メジャーだったと思います。ただなかなか結ぶのが難しかったり、この木綿糸だと水草活着する前に溶けてしまったり、デメリットもいくつかあります。ただまあなんだかんだ楽ですね。接着剤なかったらこの方法を使うと思います。そしてこちらの釣り糸、テグス。これもぶっちゃけ先ほどの木綿糸とやり方は同じ。最後の結び方も全く同じなので、ちょっとはしょらせてください。透明なので全然映像に見えません。一応テグスを使うメリットは、木綿糸のように水に溶けないので、しっかりと活着させることができます。逆にデメリット、釣り糸いじったことある人ならわかると思うんですけど、ぶっちゃけこれ肉に食い込むぐらい強度があります。なので、生体が隙間に挟まったりしたら、肉に食い込んでそのまま死んでしまいます。テグスは生体の挟まり事故、ちょっと注意ですね。そして最後に接着剤。これがおそらく現在水草の活着でメジャーな方法。今回は上畑さんの水草用ゼリー状接着剤のブラックを使います。ブラックの他にはグリーンとクリアがあるんですけど、実はどれも白くなるときはがっつり白くなります。これが嫌だっていう人結構多いかもしれない。今回はなるべく白くならない方法を探りたいので、今回は3パターンで試してみたいと思います。まずは乾いた状態の石と、なるべく乾いた状態の水草。どうしても水草は保管時に乾燥しちゃいけないので、この相反する条件難しいですね。今回はティッシュで水分を拭き取ってから接着を試してみます。石と水草どっちに接着剤をつけるか問題っていうのも悩ましいんですよね。今回は水草の方につけていきます。お、黒っ。めちゃめちゃ黒いね。はい、今3点つけました。これを乾いた石にペタッ。これどうしよう、どうやって押さえとこう。ちょっと水分与えないとすぐに固まんないので、なんかいい感じに置いときます。では続いてこちらも乾燥してる石と水分を拭き取って乾燥させた水草。こちらは接着後に霧吹きをして水分を与えます。ペタッと押さえて、これで霧吹きをいきます。ちょっと待ってよちょっと待ってよ、指くっついたら最悪だな。指は大丈夫。じゃあこれもちょっと放置して結果を待ちたいと思います。じゃあ最後に石も水草も濡れた状態で接着をします。はい、ビシャビシャですね。はい、濡れた状態の水草に濡れた溶岩石。ちょっとこれも固まるまで待ちたいと思います。はい、ただいま45分が経過しました。接着方法の違いによって3パターン用意してるんですけど、どうなったのかを見ていきます。まず水浸しバージョン。こちらはですね、見てもらったらわかる通り、接着跡白くなってます。この接着剤は水分に反応して硬化する接着剤。噂によると急激に硬化すると白くなるらしいので、見ての通り白いのが目立ってます。ただ接着自体はバッチリくっついてますね。水草を持って手を離しても土台の溶岩石は落ちません。続いて真ん中、こちらは乾いた状態の水草と石。これに接着剤でくっつけた後に霧吹きで水分を与えました。こちらはですね、あんまり白いの目立たないんですよね。というかほとんど目立たない。これなら全然ありですね。ただ本当にくっついているのかどうか若干不安です。これで水草の部分を持ち上げて土台が剥がれ落ちないかどうか。よいしょ。お、大丈夫か？なんとかくっついてますね。接着痕もあんまり目立たないので、この乾いた状態の草と乾いた石、くっつけた後に霧吹きで水を与える。これなかなかいいかもしれない。そして乾いた状態の石と水草、こちらをくっつけた後に自然放置させた
一番最初にやったやつですね。こちらですね、何かの間違いかなとは思うんですけど、接着剤の周辺が白くなってしまいました。この白いのは多分擦れば落ちるけど、これを全部擦り落とすのは不可能ということで、こちらはですねちょっと白いのが目立つ。ただ接着剤自体は白くはなってないんですよね。これは接着されてるのかどうか。これも剥がれちゃった。こちらは45分経っても接着できてませんでした。空気中の水分だけだと接着の効果時間は45分でも足りないっていう結果になりました。今回なんで45分で検証したかというと、水草がしなしなになっちゃう。これちょっと避けようがない。水草だけをドボンするっていうのちょっと難しいので、これを1時間2時間試せたらよかったんですけど、どうしても葉っぱ乾燥しちゃうので、これ以上は無理という判断で45分見守ってみました。もうね、葉っぱがしなしなでかわいそうなんですよね。こっちもよく頑張った。というわけで今回はアヌビアス7やミクロソリウムを活着させる方法、いくつか試してみました。おそらく一番簡単な方法はこの中にはないんですけど、シリコン製の輪ゴム、溶岩石とかで活着後に水槽から取り出せる状態で使うなら一番使い勝手が良さそうです。ただ輪っか状なので、こういった流木の根元だったり大きな素材にはくくりつけることができません。汎用性が高いのは接着剤ですね。いろんな形状のいろんな場所に貼り付けて活着させることができます。デメリットは接着跡が白く目立つこと。今回3パターン試してみて、一番良かったのは水草と溶岩石の水分を拭き取って接着した後に霧吹きをかけたものが一番接着跡が目立たなかったです。ただ結局水に入れちゃうとある程度白くは目立っちゃいますね。自然乾燥とか息を吹きかけて硬化させる場合は時間がかかるので、水草の乾燥が気になります。今回はアヌビアス7だったから良かったんですけど、ミクロソリウムとか葉っぱの薄い水草だとあんまり時間をかけることはできません。接着跡が目立つの嫌だっていう人は木綿糸とかテグスがおすすめです。こちらも素材の形状を問わず固定することができます。ただ木綿糸は水草が活着する前に溶けてしまったり、エビに切られてしまったりします。テグスは溶けるようなことはないんですけど、隙間があると生態が挟まる危険があるのと、きつく巻きすぎると水草を傷つけますのでご注意ください。結束バンドやビニール帯は接着剤が硬化するまでの補助的に使うのが良さそうです。切り口で生態怪我する恐れもありますので、水槽内にはあんまり入れたくないですね。ということで結論としては個人のお好みでという感じになります。活着させる素材の形状やそれぞれメリットデメリットありますので、こういった活着方法があるんだということだけ頭に残しておいてもらえればと思います。あと接着剤の動画出すとエビや魚に悪影響はないんですかと質問いただくんですけど、僕の環境では特に接着剤の影響を感じたことはありません。というわけで今回の動画は以上です。皆さんの役に立てば幸いです。もしよければチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。なんか今回ずっと映像上下逆かもしれない。大丈夫かな？